キドキする。明日親いないから。男の人の部屋に来るの初めてだから。僕も女の人を部屋に呼ぶのは初めてだよ。呼んでたら困る。怒る。さあどうぞ。座れるところはここ。やっぱりここなの？どうしたの？遠慮せずに座っていいよ。ごめん。本いっぱいあるね。あやいの部屋もそうだろ。そうだけど。ん？そうだけど、あんまり見られると恥ずかしい。あやい、読みたがってた本一緒に読もうか。あやい、そろそろ帰った方がいいよ。名残惜しいけどさ、これ以上遅くなったら家の人が心配するだろうし。付き合って半年も経つし、手も繋いだし、キスもしたし、そろそろ大人の階段を登ると思っていたのに、イリド君は自分の部屋でおしゃべりしたかっただけなのかな。私だけがふんふん鼻息を荒くしてたのかな。今日は楽しかったよ。それじゃあまた学校で。もろもろの準備を万端に整えて家に呼んだのに、僕はヘタレだ。今日から3年生だね。クラス替え、一緒のクラスになれるかな。どうかな。2年の時が同じだったし。そういうのが聞きたいんじゃない。え？僕もあやいと一緒のクラスがいい。僕は1組か。あやいは。私は3組。イリド君と一緒じゃなきゃ楽しくない。それに絶対友達できないし、またぼっちになっちゃう。放課後になったら毎日ここで会えるだろ。そうだけど、でも一緒にいられる時間が少なくなるのが嫌なの。学校の行事とか一緒にしたかったし、中学3年の青春をイリド君と作りたかったの。
恋人としての行動は一緒にできるし、思い出も二人で作れるだろ。例えクリスマスとかバレンタインとかいろいろ。ば約束。約束。ごめん、待たせちゃって。大丈夫、時間忘れて本読んでたし。でも珍しいね、遅れるなんて。何かあったの？クラスにお友達ができたの。友達？そう、友達。お昼休みに本を読んでる子がいてね、勇気を出して声をかけてみたら仲良くなって。あやいから声かけたの？イリドくんと付き合ってくうちに、いつの間にか人見知りが改善されたみたい。そっか、友達ができたならよかった。あ、そうだ。ここら辺かな。何か探してるの？うん。友達に勧められた本。あったあった。昨日友達に勧められた本、すっごく面白かった。今まで読んだことないジャンルだったんだけど、それでね、友達がね、一緒にカフェに行こうって誘ってくれて。今週末どっか行こうか。ごめん、さっき友達と遊ぶ約束しちゃって。そっか。いた！イリドくん！図書室に行ったけどいなくて。ごめんね。友達に捕まってなかなか抜け出せなかったの。いいよ、別に。友達にイリドくんのことを話したらね。やめてくれないか、そういうの。僕は君の友達になんか興味ないんだ。そうだよね。何やってんだ僕は。明日ちゃんと謝って仲直りしよねえねえ、ゆめちゃん、帰りにお茶してかない？ごめん。また今度誘って。おすすめ何かある？う。課題図書なら森鴎外は？それって結構難しいやつ？そうだね、言い回しが古いかな。読みやすいやつがいいななんて。教科書でそこ私の席なのに。知ってる話なら書きやすそうだし探してみる。じゃあありがとね。あやい。昨日はごめん、きつく当たったりして。理由をちゃんと話すから。あやいがどんどん遠くへ行っちゃう気がしたんだ。友達ができて僕以外の誰かと過ごす時間も増えて、最初はそれを喜んでいたけど、だんだんと君にどこにも行ってほしくなかった。本当にごめん。どうか水に流してほしい。私が他の人と仲良くしてたら嫌なくせに、自分は他の女の子と仲良くするんだ。え？今さっき女の子と話してたじゃない。しかも私がいつも座っている席に座らせて。あれは本のことを聞かれたから答えてたくらいで、
ていうか私が図書室に遅く来た日もあの子と密会してたんでしょ。今日初めて喋っただけだよ。浮気でしょ。は？なんで言われのない勘違いと決めつけで罵倒されなきゃいけないんだよ。なんでここなの。なんで平気でそういうことするの。ここって私たちが出会った場所なのに、なんで思い出がいっぱい詰まっている場所でそういうことを。だから浮気じゃないって。ごめん、でも本当に違うから。勘違いだったってことはもう分かっている。あの時だって多分頭では分かっていた。でも一度刻まれた印象は拭えない。一度刻まれた傷は戻らない。思い出の場所で信じていた人が一番信じたくないことをしていた。その印象が私の思い出を、私の気持ちをズタズタにしていた。あやいには悪気はなかった。あったのは僕のくだらない意地と嫉妬だけ。それでもあの時は耐えられなかった。あのね、友達に入戸くんのことを話したらね。哀れみの目を向けられてると思ったんだ。君だけにはそんな風に接してほしくなかった。だけど今になって思えば、あれはきっとあやいなりに考えてくれてたんだ。仲がおかしくなるきっかけが友達なら、その輪に僕も入ってしまえばきっと改善することがあったのだと思う。分かっている。分かっていたんだ。僕は自分を殺して適当にごまかすべきだった。言葉を選ぶべきだったんだ。そんなの頭では分かっていたんだよ。なんでいるの。このミステリの新刊、なかなか図書室に入ってこないし。読みたかったんじゃないの。あやいもこの新刊が目当てで来たんだろ。そうだけど、ありがとう。この後時間ある？あのさ、考えたんだけど、ギクシャクしたまま関係を続けるのも良くないと思うし、そろそろ仲直りしないか。学校で会う時も変に気を使うし、図書室でのことは謝るから。僕から切り出さなかったら、あやいは僕たちの関係をどうするつもりだったんだろう。入戸くん、なんで歩幅を合わせてくれないの。僕は理不尽なことを謝ったのに、どうして自分はごめんの5の字も言わないんだよ。だいたいこんな形ばかりの仲直りをしたところで。本当にこれ仲直りできたのかな。どうしても直接誘えなかった。だけど仲直りしたから入戸くんも来ているかもしれないと思った。去年の夏祭りみたいに
私を見つけ出してくれるんじゃないかって、そんなおめでたい希望を抱いていた。結果は分かりきっていた。だけど一縷の望みにかけて待っていた。都合よく見つけてもらおうなんて期待した時点でダメだよね。本気で仲直りがしたかったなら私から伝えなきゃいけなかったよね。あんな喧嘩をしなければ去年みたいに一緒にここに来られたよね。今日付き合って1年でしょ。連絡もないの。一晩中待ってたのに。っていうか夏休み1ヶ月以上も会わなかった。ねえ、それ飲んでくれる？オッケー。ありがとう。そうだよね。そっちでいいよ。見て見て、綺麗。本当だ。近くまで行ってみようか。もっと次してくればよかった。じゃあマフラー貸してやるよ。それじゃああなたが風邪ひくじゃない。もう1年前か。今日はどちらにお出かけですか？一緒にプレゼントを選びに行くんです。いいですね。暑いですね。羨ましい。別れよう。クリスマスやバレンタインに連絡の一つもしなかった時点で以前のようには戻れないのだと確信した。だから僕から別れを告げた。きっと僕の中には好意と嫌悪が共存していたのだ。あやいが好きだったのも事実で嫌いになったのも事実で矛盾するのに両方間違っていない。それが苦しかった。痛かった。悲しかった。その矛盾が生み出す圧力が僕の精神をきしませていた。だからこれは終わったのではない。僕は解放されたのだ。が、その数日後。水戸、お前の兄弟になる綾井ゆめさんだ。おい、人の本棚を勝手に漁るな。いいじゃない。兄弟なんだから。これ借りてく。ん？
この部屋で一緒に読んだ本だぞそれ。そういえば君、男の部屋に来るのが初めてとか言ってたし、どうせスケベなことを考えてて本の内容が入ってこなかったんだろ。違うわよ。っていうか事の発端はあなたじゃない。あ？意味深に親いないからって誘ってきたのはそっちだし、いきなりベッドに座らせるし、絶対私に何かするつもりだったでしょ。笑いたきゃ笑えよ。もろもろの準備を整えて部屋に呼んだのにビビって何もできなかったヘタレ野郎をな。せめておいてなぜ驚く。準備？ビビってどういうこと？私はあの日覚悟を決めてこの部屋に来たのに。いやだって君めちゃくちゃ警戒してたからこっちは気が引けてきて。それは緊張してたの。はあ？嘘だろ。君もやる気満々だったのかよ。満々だったわよ。ここで一生の思い出を作る気でいたわよ、完全に。マジで。じゃあ後悔に打ちひしがれたあの日々は一体。こっちこそそんなに魅力ないのかって悩んでた時間返して。知るか。君があんなにガチガチになるのが悪い。悪いのはあなたでしょ、このヘタレ。ふん。